지역의 식품에서 출입하고 고재력, 조류 인플루엔자 발생 지역의 공장 방문을 자제해 주시기 바랍니다. とにかく家族の遠くに行きたかった。日系韓国人である私は初めて一人で日本に暮らすことにした。味わったことのない自由、味わったことのない孤独。人生で何度か目が合っただけで信じられる人に出会える。奥底で閉まっていた扉がガチャッと開くように、とても柔らかいタッチで。ユンスルを説明して。私、ユンスルって言葉好きなんだ。水面に日が反射してゆらゆら光っているあれでしょ。韓国語にしかない表現だからさ、どんな風に感じるのかなって。どんな風にって。なんかさ、全部は伝わんないよね。多分日本語の木漏れ日もそうだと思うんだけど、そういう翻訳できない言葉好き。一人ぼっちみたいじゃない？でも言葉ってみんなそうなんじゃないかな。あー、確かに。でもユンするって言葉はやっぱり好き。綺麗だもん。日本でわからないことあったら私が案内するよ。名前なんて言うんだっけ？すぐに打ち解け合えた。互いにここではない誰かに会いたかったのかもしれない。彼女も孤独だった。ただ彼女の孤独は私と性質が違った。当然ながら与えられている自覚に葛藤があったからだ。選んだ道の必然性のなさが彼女の自信のなさだったし、家族を振り切ってきた私へどこか嫉妬していた。彼女は東京で生まれ、東京で育った。家族は彼女へ不足ない愛と栄養を与えた。そんな彼らへの尊敬と感謝は深い。だが不完全だった。それを誰かに話したこともない。心配性な人たち。あと弟。そりゃ心配だよね。ずっとだから、ずーっとね。親って不思議だよね。私ね、雷が怖いんだけどさ。小さい頃に母にお花を買っていったの。学校の近くのお花屋さんでね。その日は母の誕生日だったから自分で買ってあげたかった。お花を買って出る頃に急に雷雨が来てしまってね。しょうがないからお花屋さんで待たせてもらったの。驚かせたいものだったから誰にも言わずにいたのね。そのせいで私の大捜索になってしまって、大人たちが街を探し回って、結局雨は止んで何も知らずに私は帰ったのだけど、後から聞くとその大捜索の際に
一人が足を滑らせて骨折してしまったの。そこで気づいてしまったのだけど、もしかしたら雷が落ちていたかもしれなかったよね。私のわがままで。それから雷は私のわがままを注意しているもんだと思って。だからとっても怖いの。あなたは悪くないと思うよ。分かってほしいわけではないだろう。むしろ分かってもらえなかっただろう。特権じゃない権利はない。皆それぞれの恥ずかしさを抱えて生きている。だけど彼女は自身の加害性に対して無頓着でいられなかったし、かつ被害者であることを許されてこなかったのだろう。私は無性に抱きしめたくなった。彼女は聡明だった。私が知っていて、彼女が知らないものはなかった。ただ、それについて少し恥じらいも見せていた。それが完全に達成された時、そこにはほとんど絶望的な苦痛しかないことを誰もが認めることだろう。私のすべてが他者に分かってしまう。考えていることのすべてが理解されてしまう。なんという恐怖だろう。私は必死に私の心を隠すことを、つまり理解されないこと、少なく理解されることを求めるに違いない。さっきまで理解されないことを嘆いていたのに。理解？私、好きになるとその人の顔が浮かばなくなる。好きじゃなくなるとスーって浮かぶようになる。知ってる？その人のいろんなところを見て、いろんな方向から表情を見ているからなんだって。ちょっとわからん。MBTI が嫌いだった彼女。人は単純じゃないのに決定づけられるんだと怒る。喧嘩になることはないけれど、イエスもノーも言わずうなずく。話題を変える合図だった。私たちは無敵に感じられた。いつか二人で暮らせると当たり前のように信じていた。
は些細なことだった。確か映画について話していた。もっとシンプルな人間になっていたかもしれない。たまに私が思うこと、世の中の複雑さや雑多な色に目を向けずに、両親が願っていたような健康的な選択をしていたかもしれない。つまるところ、もう一度この人生を歩みたいと思えるか。それでも迷うことなくイエスだった彼女。私はひるんだ。それはただもう一度これまでの記憶を耐えられる自信がなかったからだ。彼女は嫌がった。私と出会えたことをとても大切に思ってくれていたし、家族を愛していた。私が両親を心から愛せていないことにも若干の苛立ちを見せていた。私は無理解な人間だと思われていた。私にとっては適切な距離を探っている時期だったから。私も共感を示したかったし、ある意味で同情していたけど、決定的に溝を作る言葉を用いてしまった。お互いに愛し合う準備の途中だった。愛を確かめる時の言葉を誤ってしまった。愛していたけれど、自分の孤独も理解してほしかった。どれだけの日々をやり過ごしてきたんでしょう。どれだけの感情をおろそかにしてしまったのだろう。不意にのしかかるよぎりは、同時に安らぎを求めてしまう。夜明けが来てしまうことが恐ろしい。私は私の声を今は聞けるわ。私の喜びは理解されることないけれど、私の悲しみを理解されることもない。私の寂しさは私だけのもの。目覚める